皆様こんにちは。ナオミライフのナオミです。今回もご覧いただきましてありがとうございます。今回の動画は私が日々やっている足のリンパケアの内容になります。この内容は、昨年2023年に、12月にですね、私が子宮体がんの手術をした際にリハビリの先生から教えていただいた内容です。手術自体は、子宮、卵管、卵巣をすべて取りました。それだけではなくて骨盤内のリンパ節、大動脈近くのリンパ節もすべて取ったわけです。ですからリンパ節を取ってしまった後、リンパの流れが滞ってしまうということで、リンパ浮腫対策としていろいろな内容を教えていただきました。リンパマッサージは最後に、お伝えしますけれども、それ以外の部分、リンパケアですねのために日々やらなければいけないこと、やった方が良いことなども、教えていただきましたので、先にそちらをご紹介したいと思います。日々ケアとしてはですね、足を触って、保湿をしながら、むくみの状態を確認すること、これが一つです。足とか、つまみにくくなっていないかということですね。両足、左右ですね、ふくらはぎなどをつまんでみて、むくみがないかどうかを確認しながら保湿をすること、これを毎日やっています。そして、同じ姿勢を繰り返してずっと長時間いないということです。事務作業をしたりとか、あるいは、運転を長時間したりとか、そういって同じ姿勢を長時間続けることは、むくみを発生しやすくなるということなので、そういったことがないように気をつけましょうということです。また旅行などで飛行機に乗った場合は、通常の方でもむくみやすくなると思いますので、そういった状況がある場合は定期的に足を動かすことも大事だというふうに教わりました。そして一番大事なことは、太らないこと、これは先生からきつく言われました。なぜ太ってはいけないのかというと、脂肪がついてしまうと、リンパ管が圧迫されて成長できなくなるからだそうです。で、その太りの目安は、標準体重 BMI という、測定方法を皆さんご存知だと思います。ご存知ない方はこちらの方に載せておきますけれども、自分の体重と身長から数字を、計算することができます。この、22という標準体重の、数値ですね、これの前後で太りやすくならないようにしていく必要があるということです。で、あとは、栄養面を気をつけること、そして塩分をたくさん取らないように控えるようにすること、こういったことを、日々の生活で気をつけてくださいねというふうに言われました。で、実際にこれからリンパマッサージを、流れをお伝えしていきますけれども、マッサージというと、多分気持ちいいマッサージって結構力を入れたマッサージを思い浮かべる方もいらっしゃると思いますけれども、リンパマッサージに関してはこれで本当に効いてるのかなと思うようなぐらいの、強さなんです。例えば今手で、ご紹介しますけれども、普通のマッサージだとギュッギュッギュッてやると気持ちいいな、ツボに当たって気持ちいいなっていうところありますよね。でもそうではなくて、リンパの場合は押してしまうとリンパ管を潰してしまうわけですね。さっきの脂肪もそうですけれども、圧迫されてしまうとリンパ管が潰れてしまうので、それを潰さないようにそーっとそーっとやるわけです。で、それもゆっくりですね。さっとやるんじゃなくて、ゆっくりゆっくり撫でて撫でてという形で、繰り返していきます。で、全ての工程は、全部10回ずつやります。ただ、今回の動画ではご紹介ということですから、5回で、やめさせていただきますけれども、通常私は
どの工程もすべて10回やっています。そして、右半分左半分、すべて反対で全く同じ工程になりますので、今回は片側だけを5回ずつ、ご紹介していきます。本当は、両方を10回ずつすべてですね10回ずつやるという形になります。それではやってみたいと思います。それでは、早速私がやっているリンパマッサージをご紹介していきます。先ほども言いましたけれども、全部の工程10回ずつ行うところを今回は5回やります。それではいきます。まずは、肩に両手を乗せて後ろ側に5回ゆっくり回します。1回2回3回4回5回です。これ10回やったとして次いきます。次は、脇の下から、鎖骨に向かってゆっくりとさすっていきます。2回3回4回5回です。次は、腰から脇までの間をさすっていきます。下から上です。1回2回3回4回5回です。次は、足を広げて内側のところから外側に向かって、股関節の部分ですね、関節の部分とゆっくりそーっと5回です。3回4回5回、これを10回やったとして次いきます。次は今度、お尻のこの割れ目の部分ですね、割れ目の部分から内側に持ってきます。1回2回3回4回5回、これも10回やったとして次いきます。次は膝とこの腰の部分ですね、付け根の部分をここを3分割します。123分割。そして、内側から外側に向けて撫でていきます。1、2、3です。1、2、3、これで2回目ですね。1、2、3回目です。1、2、4回目。1、2、5回目です。これを10回やりますね。で、次は膝の外側から腰のこの付け根にかけて外側を撫でていきます。1回2回3回、ゆっくり優しく4回5回です。次は、膝ですね。膝を下から上に1回2回3回4回5回、これを10回やったとして次です。膝裏です。下側を1回2回3回4回5回です。ゆっくりですね。次は、この足首からこの膝下のすねまで、これを下から上に撫でていきます。1回2
2回、3回、ゆっくり優しく4回、5回です。今度は足首の部分です。足首の部分を撫でていきます。下から上です。1回、2回、3回、4回です。今度は、つま先から足首までを撫でていきます。1回、2回、3回、4回、優しく5回です。今度は少し長くなります。足の先から、付け根までを1回で流します。1回、2回、3回、ゆっくり優しく4回、はい、次5回。これを10回やったとして次いきます。次は今度外側です。足のつま先から腰までですね。1、2、3、4、5。こんな感じですね。そしたら次また最初の方に戻って内側から外側に股関節の部分ですね。1回、2回、3回、4回、5回です。そしたら、ここの付け根から脇までです。1回、2回、3回、ゆっくり4回、そーっと5回です。そしたら、脇から鎖骨までをもう1回やりますね。1回、2回、3回、4回、5回です。これが10回終わったとして、これで左側半分が終わりです。で、今度右側同じ工程でやっていくという形になります。すべて、一つの工程は10回です。そして気をつけなきゃいけないのは、例えばこうやった時ですね、内側から外側ってやった時に手をこのまま戻さないこと。やったら1回外して内側から流れを絶対に、戻さないことが大事です。これもこうやってこう戻さない、こうやってまた下から上、下から上っていう感じですね。ゆっくり優しく同じ方向に流すというところを注意してやってみてください。いかがでしたでしょうか。これが私が実際に入院中にリハビリの先生から徹底的に教えていただいた内容になります。各病院でやり方が多少違うかもしれませんけれども、ご自分でやりやすいように、やり続けることが大事だと思います。私は今ですね、経過観察に移行できるかどうかというところで、来週の火曜日の血液検査次第で、5年間の経過観察に移行できるかどうかが決まります。内心今ドキドキしていますけれども、今のところ体調はとても良いので、無事に移行できるんではないかと思いつつ、血液検査は実際やってみないとわからないことなので、ちょっとドキドキしています。また、次の動画で、その、経過観察に移行できたかどうかということも、お話しできたらなというふうに思います。今回も最後までご覧いただきましてありがとうございます。今回の動画が皆様の役に立てたらなというふうに思っております。いかがでしたでしょうか。
それではまた次の動画でお会いすることを楽しみにいたしております。ありがとうございました。